世界一わかりやすいダーニャの要点解説です。使い方の実演、解説の順でご紹介します。まずは早速使い方を見てみましょう。変装スキルで入場。入場したらすぐ通常攻撃。共鳴スキル。共鳴解放。ゲージがなくなるまで通常攻撃連打。共鳴スキル2回。共鳴解放。音外スキル。収装スキルで交代。これで OK です。それでは解説です。ダーニャの基本的な動きは超シンプルで、まず白ダーニャでゲージ貯める。共鳴解放で黒ダーニャにチェンジ。黒ダーニャで今貯めたゲージを消費しつつ、また別のゲージを貯めて、貯まったら必殺技。それで終わりです。順番に見てみましょう。変装スキルで入場すると、ダークコアというものを一つ得ます。これは黒ダーニャモードでの攻撃を強化するためのバフです。よく見るとゲージが2段構成になっていて、下段のゲージは12秒ごとに満タンになるんですが、これが溜まるたびにもダークコアがプラス1スタックしています。最大3スタックです。ただ今から説明する回しをすればダーニャの固有スキルも相まって特に意識しなくてもこのダークコアっていうのは毎回3スタックまで溜まるので、結局ここのダイヤも下のゲージも気にする必要はありません。で、変装スキルで入場直後にすぐ通常攻撃ボタンを押すとすぐに通常攻撃の4段目が出せるのでパッと出します。タイミングの見極めとかは不要で、変装スキル入場した後通常攻撃ボタンを連打していれば大丈夫です。4段目が出せていると泡が割れるという音が聞こえるはずです。で、さらに共鳴スキルを使うとまず間違いなくここのゲージがマックスになって、で共鳴回路もおおむねマックスになってるはずです。もし共鳴回路がマックスになっていなければ適当に通常攻撃をしてマックスにしましょう。で、共鳴回路をマックスにして共鳴解放を使うと黒ダーニャにチェンジ。さっきまで貯めたゲージが紫色になるので通常攻撃ボタンを連打するとゲージが消費されつつ今度こっちのゲージが少しずつ溜まるはずです。ゲージを消費しきったら共鳴スキルを連打するとこっちのゲージがマックスになって、で強化共鳴解放が打てるようになるので打つとその場にダメージフィールドみたいなのが発生します。このダメージフィールドがいい感じにダメージなりデバフなりを継続的に与えてくれます。そしたら仕事は終わりなので余ってる音外スキルを適当に使って収装スキルで交代。以上です。ぶっちゃけこの使い方さえ理解しときゃいいんですけど、ダーニャはアタッカーではなくサポーターであり、何をサポートしてくれてんだって話を知っといた方が面白いと思うので参考までに解説します。ダーニャは密集共和モダリティと静爆モダリティという2つのモードが選べて、どっちを選んだかによってサポート内容が変わります。結論としてはリューク・ヘルセンと一緒に組むときは密集共和モダリティ、エイメスと一緒に組むときは静爆モダリティを選んどけば OK です。密集共和はリュークの回で、静爆はエイメスの回で1回触れましたが、それぞれおさらい。まず密集共和って何だったかっていうと、ダーニャはいろんな攻撃で密集共和オフセットデバフという次共和破壊されたらデバフつけるからなという意味の予告デバフをつけられます。で、その予告デバフがついてる相手を誰でもいいから共和破壊すると予告通り密集共和インターフェアというデバフが相手につきます。こいつは要は弱体化デバフで、例えばリュークのような密集共和アタッカーはこの弱体化デバフがついている相手へのよだめが上がります。この弱体化デバフは重ね掛けが可能で、具体的には弱体化デバフの効果時間っていうのは30秒なんですが、その間もう一回予告デバフをつけてもう一回共和破壊することで弱体化デバフのスタック数をさらに1増やせます。今30秒以内にみたいな言い方しちゃいましたけれども、実際はダーニャの効果で何かにつけて弱体化デバフの効果時間を延長できるので、30秒以内とか意識しなくてもほぼ間違いなく弱体化デバフのスタック数を増やせるはずです。で、後で計算式出すんですが、スタック数が増えるとよだめもさらに上げられます。何スタックまで貯められるかっていうと基本的には1スタックなんですが、リューク、リンネ、モーニエ、ダーニャの編成数分だけプラス1スタック貯められます。1パーティー3人までなので最大3スタックですね。というわけで基本的には密集共和モダリティを選択してダーニャを使う場合は密集共和のメインアタッカーであるリュークと組み合わせるのはまあそうとして、残り1枠はリンネーかモーニーだと弱体化デバフを最大までスタックできるのでおすすめっていうことになります。で、もう一段ややこしいこと言うと、よだめを上げる方法は弱体化デバフを重ね合わせること以外にもう1個あって、それを紹介するためにも弱体化デバフ持ちの相手にどれだけよだめが上がるのかっていうのを示す計算式を紹介するんですが、弱体化デバフ持ちの相手には弱体化デバフのスタック数×共和破壊増強のパラメータ× 0.12% 分よだめがアップします。弱体化デバフスタック数っていうのは今言ったことなんでいいとして、共和破壊増強のパラメータってなんやねんっていうと、しれっとバージョン 3.0 でそういうパラメータ
ーがキャラごとに実装されています。覚えてるかわかりませんが、以前輪廻の説明をした時に、輪廻の攻撃スキルにはしれっとその強破壊増強を上げるバフを与える効果があるって話をしました。弱体化デバフのスタック数を重ね合わせるだけじゃなくて、この強破破壊増強ってパラメータを増やすことでもさらによだめを上げられるっていうことです。で、ここまで来てようやくダーニャの話になるんですが、ダーニャは密集強破モダリティで運用している時に強化共鳴解放をすると、チーム内キャラの強破破壊増強をアップすることができます。しかも、リュークヘルセンの固有能力としても、強破破壊増強が増えるたびにダメージブーストっていうのがありましたから、ダーニャの効果で強破破壊増強のパラメータを増やすと、密集強破システムの計算式上もよだめが上がりますし、さらにリュークの固有能力でもよだめが上がるので、リュークとめっちゃ相性がいいっていうことです。ざっくりはこんな感じです。ややこしいですね。ここまではリュークの時も解説したことなので、今回はさらにもう一歩解説踏み込むんですが、さっき残りの1枠は輪廻かモーニエだと弱体化デバフを最大までスタックできるのでおすすめと言いましたが、その2人の中ではモーニエがより優勢になります。その理由の一つが不協和蓄積効率というパラメータ。これが大きければ多いほど強和破壊するための不協和を貯めやすくなるっていうやつですが、これもおさらいで、モーニエは領域展開することでこのチーム内の不協和蓄積効率を 50% アップできました。で、一方でダーニャは固有スキルとして不協和蓄積効率が 100% を超えると、超えた 10% につき強和破壊増強、さっき紹介した弱体化デバフ付きの相手に与えるダメージ量に影響するパラメーターのことですね。これがプラス 8% さらにアップします。つまり、まずモーニエの領域展開によって不協和蓄積効率が増加する。で、それによって不協和蓄積効率が 100% を超えるので、ダーニャの固有スキルでついでに強和破壊増強も増加する。なので、ダーニャとモーニエを編成しておくと、弱体化デバフをつけてる時のよだめがさらに上がるっていう理屈です。誰の何の能力によって何のパラメーターが上がって、それによってなぜよだめが上がるのか。ラハイロイキャラの実装も終盤なので、さすがにぐっちゃぐちゃなんですが、まあ、ダーニャ、リューク、モーニエが最高ってことです。密集強化モダリティの時のダーニャの解説は以上です。続いて声爆モダリティ。こっちは簡単です。エイメスの時のおさらいですが、声爆デバフとは次元爆弾みたいなデバフで、さっきダーニャは密集強化モダリティの時、いろんな攻撃で密集強化オフセットデバフ、つまり予告デバフを付与できると言いましたが、一方で声爆モダリティのモードの時はいろんな攻撃で声爆効果デバフを付与できます。で、この声爆効果デバフっていうのはどんどんスタックしていって、9スタックまでは何もしないんですが、10スタック以上になると起爆し、スタック数を全部消費して敵にダメージを与えます。で、ダーニャはいろんな攻撃で声爆効果デバフをバンバンスタックできるので、その分よだめが上がるよっていうだけです。今まではエイメスでしか声爆効果デバフを与えられなかったんですが、今回からダーニャも一緒に貯められるようになったので、デバフ貯めてバーン、デバフ貯めてバーンっていうのをより高速でできるようになったっていうことです。ちなみに声爆モダリティで運用しているときは、収装スキルの効果が声爆効果ダメージブーストプラス 60% なので、バーンの時のダメージ量がさらに増すっていうことです。とてもシンプルですね。他にもエイメスの固有効果によって今説明したより早めに声爆効果がバーンしたりとか、ごちゃごちゃいろんな作用があるんですけど、エイメスの時の説明と重複するのと、それを知ったとてダーニャの動きは変わらないので、今話した最低限のところだけ言及しつつ、声爆の時はエイメスと一緒に組もうで留めておきます。興味があればエイメスの動画を参照ください。解説は以上です。なお、おすすめ音楽とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっちを見ようの精神で割愛します。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。リナシータ以降のキャラは全員分作ってますし、今後実装するキャラも基本的に同じようなあっさり味の攻略動画を作ってまいります。今後のキャラの解説動画やストーリー感想動画の方もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見感想をぜひコメントください。おつゆなし。